ハモン見れば、だいたい山がでしての油の特徴かな。波紋よりこっち行ったら切れなくなるんですかね。本焼きでは波紋が1個だけバーってなって乱れちゃった乱れちゃったですね。あれってなんでああなるんですか。あれね、距離があるじゃないですか、厚いから。はい、ありますね。薄いと、こっちとこっちを合わせれば、はい割と近い波紋が出るんですけど、はい。離れてると、要は、拡散じゃないですけど、要は状況が違っちゃうんですよね。こういう風に。確かに。裏に出る影響が、厚みの中で、はい。薄いと、裏面表面土塗った、熱がジュッて入ったところが揃うんですけど、はい厚いと、その影響がぼやけるんですね、裏面には。はい。なので、ぼぼやけた同士が重なっちゃって、なるほどって。いう感じですね。あれ、青森焼きじゃなかったでしたっ青森焼きけ？いや、だから特に、あ青も特にそうなりやすいよね。青はもともとあんまり綺麗に波紋が出ないで、いくね多。いけど、余計に。あと、なんだっけ、おじさんとか言ってた水の焼きのやつも面白いもんじゃなかったですか？あ、はい。二重みたいになってる。はい。多分こっちのとこ、多分ちょっとずれてたのが、こういう風に、ね。リング状にうん。なってたのは、多分こっちの山とこっちの山が多分ちょっとずれてたのが、そのまま。これがね、かっこよくなったりね。すごいかっこよかったです。かっこいいですね。多分、作っては出ないやつだと。狙って出せないやつだと思うんで。あれはあれで面白い。かっこよかった。波紋ね。波紋かっこいいのはいいですよね。でも本当に何本か作るじゃないですか。はかっこよく波紋出るのとね。そう。僕ら、ね、工場長が研ぎで出すじゃないですか、波紋を。でも、波紋ってやっぱり綺麗じゃないと、いくら綺麗に研いでも、波紋は変えられないんで、ね。浮かした時にも、だから、綺麗に濃く出るやつとはい、薄くなるやつと、ああるんですよ。はっきり出るやつと。波紋自体の形がね、ちょっとそうなっちゃうんですね。白本焼きとかは綺麗に出る。割と出るけど。白本焼きの中でも差あります。あります。サンゴはもうくっきりまあ、くっきり出ます。はい。ああ、そうなんだ。白身は、ふわっ水焼きはちょっと、ふわっと飛んだらふわっとっていうのが。山がクキってしての油の特徴かな。へで、なんか、砂がふわっ二重みたいにボワンってなるのが水ぼや焼き。ってなってるのが水おの特徴なんで、波紋見れば、見ればだいたい、たまになんか悩ましい時あるよね。はありますけど、大体、あと頭のところの形が、あ、そうだね。波紋って、そう、波浮かして、波紋ってなんで境目だけ出るんだろうなっていうのねあれは不思議ですね。なんか、峰が土を置いた部分全部が、ああなっても、はい。ショットで出したりすると、要は、白くなるんですよね。高度差で出すと、柔らかいところ全部がぼやかされたり、研ぎで出すのもそうですよね。高度差で出すしかないので、不織でっていうのが面白いですね。何種類か。でも同じようなあそこだけ染まるんですよ。染まると、あそこだけ深くなる。ちょっと錆びやすい焼きの、焼き戻してる、焼きが入ったのと生との間に錆びやすいゾーンはあるので、そこがやっぱり不織でちょっとね。粗く染まって、で、多分取る研磨剤によっても消えちゃうやつと消えないやつがあるんですよ。だから、消えないやつで、他のところに影響しないやつで取る。中途半端に焼きが入ってるのが一番錆びますんで、戻ししっかりしたやつとか、錆びますので。養生の中子の方がちょっと錆びやすいとか感じたことがあります。あります。あれが、あれですね、焼きが戻ってるから、完全硬化のところよりも、やや腐食しやすい。そうなんですよ。そういうことです。そういうことです。だから色が違いますし。生よりも、焼き入れよりも、ちょっと錆びやすいゾーンがあるので、それがすごいかっこよく美術的にね、出るのは、すごいですよね、あれ。すごいですね。あれも機能美っていうか、はい。鉄鋼のミラクルですよね。白酸が油なんですよね。白酸は水で焼くとあんまり良くない。良くない。あんまり良くないって、僕もでも白酸焼いたことないのでわかんないですけど、白酸は油がいい。白酸は油でしか入らない。入らないって言ってるよね。いい焼きだってことでしょうけどね。不思議。白には水でしか入らない。白いも水。青は白でも水でも油でも入る。でもなんか、水焼きって、白酸の油と白煮の水。で、白酸が油で、白煮が水、向いてる焼き入れがただそれだけなんですよ、実は。でも、なんか水焼きってセールストークで、水焼き入れができる人はもうこの中で少なくてっていう貴重な補助ですよって言って、
ずっと営業マンが、はい包丁業界で、言い続けてきたので、はい水焼きがいいものとなっちゃいましたね、業界では。という刷り込みがされてますね。実際は、水焼きで焼きゃいいってもんじゃないね、シロさん。要は最適な焼き入れをしましょうねっていうだけの話ですね。池田さん本人はなんか自分使わないからあれだけど、白のり3号の油焼きをちゃんとやったのが一番いいんじゃないかと思うっていう。当時は。結構前に行った時は、そんな水焼きってそんないいんですかねみたいな感じの人だったんで。そうだね。池田さん面白いよね。油焼きの方がいいと思うんだけど、みたいな感じで。シロさんめっちゃ好きっすよ。シロさん、カツキって昔からのいい鋼って感じがしますね。僕、シロさん好きなんですよ。でも、シロさんって言うと、とか、油焼き低いものと思われちゃいますよね。決してそんなこともない。持続性で言えば確かにちょっと、っていう。ハツキもいいし、面白いですけどね。面白い。研ぎ手としては面白い。研げる人だったら白さんの方がいいんじゃないかな。ね、そうだよね。まさに研げる人だから、白さんいいよねって、そのハツキも良くて、ちょっとしなやか、ちょっともちっとした感じがね、出ていいですよね。何でした輝度でなんか波紋が出ないじゃないですか。はい。だからちょっと、輝度で波紋出るようにならないかなと思ってちょっと。輝度ハムスかっこよくないですか？めっちゃかっこいいです。かっこいいですよね。はい。好きなんです、こういう。で、これは水でこっちは油。すごい違います。くっきり出るじゃないですか。ここに飛んでるような、ビョンビョンみたいな。はい。二重みたいになる。白っぽいぼやけが太いというか。基本、水は、水パッと見たら水って感じ。水らしい。で、こっちを見ると、油のって感じ。ではありますね。比べたら一目瞭然。本当だ。いろんなとこやり出しちゃってるからかもしれないですね。すごい、全然違う。比べると全然違いますね。全然違います。こう見ると水かっこいいですね。水かっこいいですよね。でもね、中川さんなんか水でも絶対、ヒラに入れてくるんで、こっちあれか。そうですね、中川さん平井。はい。ヨーグルトこの間やったやつはあるない。水でも開ければ。もちろん大丈夫。平に入れてくるとどういう、あれですか？要は、浜の位置が高いんですよね。はい。ヒラの上に乗せたい。これだと、ちょうどしのぎに乗っかっちゃうじゃないですか、浜が。だから、これをしたくない。中川さんね。で、見にくいな。見えます。大丈夫です。両バランスで結構乗っかる感じがありますよね。そうですね。頭として。すごい平の上ですね。もう峰側に。これは結構難しいというか、厳しいんじゃないかな。中川さん、青なのにこんな出るんですかって言ってた。多分、青って、酒井さんが綺麗に画面かかんないっていうし、波紋も綺麗に出ないっていうけど、ちゃんとやれば綺麗に画面もかかるし、波紋も綺麗に画面かかれば、波紋も出る。そういうことか。この材料だったらこういうふうに鏡面かけていく。これは OK ですけど、鏡面のかけ方って講座によって違うので、そこまで詰めていかないと無理です。僕らは、特殊鋼が多い。特殊鋼ホ焼き、特殊のホ焼きを鏡面かけるじゃないですか。それだったら、鋼だったらわけないんですよ。でも関係なくて、別にやり方変える必要がないんですけど、錆びやすい、研磨しやすいものを鏡面かけてるやり方で、そういう錆びにくいのやろうとすると結構大変だと。いつも楓とか榊とかと変わらずにやって一応全然鋼は全然問題なく。ちょっと持っていいですか？もちろん。一本それはもうハンドルつけて長さの行って。かっこいいですね。中川さんからの発注。僕は単純にやってみたかったっていうのがあって、そのデロックスで、目焼きで、うちの形のハンドルでっていうのが。きちっとした売り物が、トイレの全部出しちゃうんで、残ってなくてすみません。こういうのしか残れない。そういうのしか残れない。割れてますね。それからちょっとテストで。いろいろ、でもね、割れるぐらいのやつがいいとかいうのは確かにあるかもしれないですね。ちょっとひびが入ったやつって、きちんっていったのって入って切れたんだよねって、代わりにね、渡しても同じもの。よく言われたりするんで。本焼きって本当に波紋よりこっち行ったら切れなくなるんですかね？はい。
もう、てきめんです。高度で言うと、多分20、こっちが60で、はいもうマックスだと68とかはい近くまであって、そこから戻してうんますけど、こっちはもうマックスでも20代ですからね、多分。20代。 HRC ね。そんな違います。要は、まさに、閉じ込めてないので、炭素。ちなみに、霞屋さんの極南高って、あれって、どんくらいなんですかね、高度で言うと。極南も10ぐらいかな、あでも19、20。あ、でもね、20ぐらいも結構、異端によって全然違うので、普通だったら、まあ、10代ぐらい、10前後かな。10点ちょっとかな。だから、そんな変わんないですよ。だから、ほぼほぼ生な状態。いや、勝手なイメージ、鋼は鋼だから、はい。まあ、硬くなる、まさに。持続性は取ったとしても、炭素が、要は逃げちゃった状態で硬化してるからですね、うんこっちはね。だからわざわざ筒塗りして、冷却速度落として。 20代はびっくりしましね、20、でも19とかも、逆に国南の方が、ごめんね、マリアの話してるけど、国南の方が状況が、ばらつくぐらいかもしれないです。すごいやたら曲がる霞とかないですか？た。あります。ありますよね。はやたら錆びるとか。い。やたら錆びるはあるんですありか？ますよね。うん。なんだろうねっていうぐらい。ね、熱処理。なはずですけど、僕は詰めてないので、わかんないですけど、でも、ステンレスの経験からすると、やっぱりそういう、いわゆる個体差ですね。柔らかい。すごい柔らかい。くれくれになりますもんね。はい。あれは、やっぱりでも低いです、高度。錆びやすさの違いは本当に、ちょっとだから、熱、柔らかめというか、後戻ししすぎて、ちょっと戻ってるとか、入ってない辺は錆びますね。そうです。ピークより低めって錆びる気がしまうすから。ん。でも同じ鉄板から切り出してって、ダメな子がいるんですよ。同じ熱処理してもね。ダメな子がいるんで。鉄板の中の、そうあんまり良くない部分がある。ところね。あるんですよ。だから、鉄の、鋼の棒でもあんまり良くないところがあるんですよ。それはしょうがないですね。でも、それって、検査してもわかんないですけど、僕らがやれば、わかるというかね、気づいちゃうので、はい。気づかない方が幸せかもしれないですけどね、ビジネス的には。でも、気づいちゃったら出せないじゃないですか。うん。ちょっと、これ、外れだって言ったら、それ、で実際僕は外れいっぱり、外れも当たりも掴んでるので、何でもそうですけどね、投資とかも、やっぱり当たり掴みたいので、そうですね。はい、高いものね、特に、外れ出しちゃいかんな。そうですね。もうそんな S 字みたいになっちゃうやつもあるし、このぐにゃぐにゃするやつをできるけど、最後までやるのかどうかっていうのは、あなってからでもどうせ動くんでしょってなるじゃないですか。そうだね。途中でやめちゃうもんね。ってなると、これ出すユーザーさんべきかも出したら良くない。って後でいう動くから、やめとこうとか。おかしいってやっぱなるし、まあ、作ってる途中におかしいものはやっぱおかしいんで。そもそも寸法出せなくなりますから、その減っちゃって。まあね。確かに。目標で、まあ、正規ではなくなっちゃうかもしれない。0.1差で、NG になってくるので、歪みって0.1でね、0.1って、曲がり、つって直して、高値入れて直したりするんで、打根取ったらやっぱ削れちゃうんで、はい。だからそうなんですね。あれも教科書ではきちっと衝動してれば、はい。鋼材の癖って出ないはずなんです、本来。でも、絶対あるんです。なので、それもいろいろ勉強してますけど、その癖をどう出さないかみたいなこともやってますけど、でも、やっぱり確実にあるので、だから、机上では、ショートンきちっとかけてれば、一旦応力は全部取れて、リセットするのに、なんでこの鋼材だけがこっちに曲がる。鉄板の1列曲がったりするよね。まあ、こう、取ってきたものとか、ミドルグレードとかってこういうふうに取るものっては多いんで、あるんですけど、そうすると、この列は全部こっちに曲がるとか、そういうのがありますので、本来衝動かかってればそんなわけないんですけど、応力がゼロだったら、そんなこと起きないはずなんですけど、起きるんですよね。不思議です。生してやっぱ動いた後に直して、ここで応力が溜まってるよねって言って、もう一回熱かけるとまた動く。溜まってるのに立ちごっこになるので、それをどう解決していくのみたいな。衝動からまた、ちょっと今とか結構前から、新しい衝動方法を考えたりとか、
まあ、あれもコストは合わないことしてるな。本当にそう。まあしょうがないですけどね、型は特に。そのあー形状そうだね、形状はね、右と左違うんだからね。非対称なんで、左右っていうのがよくわかんない裏でもね表、素直に研げる子もいるんです。はい。やっぱり。うんでもこっちに行っちゃう子もいっぱいいろんな、ダメな子はね、諦めようっていうのもありますね。素直に研げる、素直な子はずっと素直ですか？割と思ったように、要はこっち研いたら少しこっちに動くよね。あそうこっちとじゃない、こっ予ちと想通りに。予想通りに削った時に、あ、そうだよねってなる感じ。ずっと動かないわけじゃないんですよ。はい予想通りに。だからこうしたらこっちぐらい動くよねって通りに動いてくれて。で、次こっちやったら戻って。あみたいな。予想して削れるじゃないですか。はい。なんでこっち動くんだよみたいな、こっち行ったらこっち行くはずの逆行くやつもいるんですよ、そういう人。の子もいるよね。だから、またがね、通るけど、どうせまた曲がるしなっていう感じでずっと同じように曲がるので。逆もあるんですね。逆曲がるのがあるんですよ。普通ね、削ったらね、曲がる方向決まってるんですけど。決まってると思ってます。なんで逆行くのこの方みたいなのがあります。はい。そういうことってたまに言うのよね。霞とかは絶対同じ方向に曲がるんで、それあーはわかるんですけど、それ2枚別のものがあるよね。はい。おやきとかね、タイプのは、ちょっとわかんないやつありますね。歪みとの戦いですね、包丁作りを。もしよかったら今のタイミングで琥珀についてはい。いいですか？琥珀ね、